どうも皆さん、森のニーナです。明けましておめでとうございます。皆さんは今お家でお雑煮でも食べてるのかな？今年も一緒に良い年にしていきましょう。今日はですね、最近すっごくお気に入りの毎日メイクがあるので撮っていこうと思います。年を重ねるごとに肌の質感、凹凸、顔全体の色味の印象なんかも変わってくるので、ちょっとこれはやばいと思って本格的にプロのメイクさんだったり女優さんのテクニックなんかを試していったら、寝不足の日でも秒でフレッシュな印象を作れるようになったので、皆さんにもシェアしていきたいと思います。それでは始まります。スタート。下地はエトボスミネラルインナートリートメントベース、 SPF が 31PA3+。実際に塗り広げてみると乾燥対策とちょっと強めのツヤが出るので、仕込んでおくと一日中肌が潤ってる人に見えるの。クマの部分トーンアップさせるよりも潤いのツヤっていうのを仕込んでおくとフレッシュな印象になります。まずはちょっと片側だけ見せていきますね。こっちが今ない方で、こっちがある方。これだけで随分変わりますよね。あとこの眉上、ここね、光ってるとフレッシュさが出ます。あとはこの鼻筋。続いてフレドポーボーテボアールコレクチュール N SPF25 の PA2+。色味はベージュ系なんですけど、ちょっと血色がいいピンクベースな色味になってます。光が入らずどんより見える印象っていうのを補正してくれます。あと凹凸だったりくすみ補正、高保湿なので夕方の乾燥くすみもしにくくなる。で、塗り方なんですけど、ここの影が一番気になりますよね。でもここにピンポイントに塗るのではなく、この上を明るくしてクマに向かって垂らしていく。余った液体を影に向かって垂らしていく。で、頬骨に向かって垂らしていく。わかります？おお、リフトアップって感じですよね。で、付け足さず下に向かってここ口角、こんな感じで鳴らしていく。で、鼻もポンポン塗りしていきます。はい、半顔仕上がりました。どうでしょうか。で、おでこも中央から外側に向かってこんな感じ。で、こめかみはこの C ゾーンのみ、全体的な下地が仕上がったので、スポンジなどで密着させておきます。崩れにくさもね、変わるので、なるべく省かないようにしていただいて。ファンデーションはディオールスキンフォーエバーイドラグロークッション。塗る箇所は下地とほぼ一緒で、影のちょっと上に最初は行くんです。なぜなら顔の印象を引き上げたいので、上に最終的に持っていく。ここ影、下で一番最後にクマ。順番がめっちゃ大事で、最後に私はここがすごく色素沈着があるので、ここも軽くだけカバーします。どうですか？さっきの仕込んだ下地がすごい生きてるのがね、わかると思います。めっちゃツヤンツヤンですよね。前までここを一番明るくしてたんですけど、最近はこの辺ですね。本当におでこの中央、頭皮に向かって軽くサイドに広げていく。もうこっちが塗り終えた後に眉間。例えば乾燥肌だとここ塗りすぎると皮むけしますし、脂性肌の人は逆にここ塗りすぎるとテカリが強くなってくるので、どんな肌質であれ一番薄い量を最後に塗る。半顔が仕上がりました。めっちゃフレッシュじゃない？コンシーラーはエトボスミネラルコンシーラーパレットの、私は一番暗いカラーのコンシーラー、オレンジ、そして明るいカラーの3色パレットになっているタイプです。クマとクマがない部分の境目だけをカバーするっていうのが大事。私はまずはこちらのオレンジのカラー塗っていきます。下地やらファンデーションの密着を崩したくないので、ブラシだけどちょっとポンポン塗りするイメージで私は塗ってます。何もついてないスポンジで、もうこれ意味あんのってぐらい軽めになじませます。これやるとね、めっちゃ密着するし、余分に重たく乗っているコンシーラーも取り除くことができるので、絶対に崩れないコンシーラーができます。完成させたコンシーラーがよれないようにちょっと軽くだけパウダーを塗っておきます。チャコットのフィニッシングパウダーモイストってやつです。こんな感じでちょっとお粉を中にすり込んでおいて、折りたたんで、いきなりドバッとつけるんじゃなくて、ちょっと遠いところからこんな感じで塗っていく。ではコンシーラーに戻ります。で、小鼻の横の赤みなんですけど、このオレンジと一番暗いカラーのベージュを混ぜて、手の甲で軽くブレンドして、必要ないところにコンシーラーを触れさせたくないので、赤み部分だけ
ピンポイントに狙って塗ります。で、おすすめしたい毛穴用の下地っていうのがアンジエンドのピンクプライマー SPF32PA3+。こちらは毛穴だったり凹凸の補正をしてくれる下地なんです。塗るとめちゃくちゃマットになるんですよ。真ん中が毛穴が目立ってきたので、ほら見て、マジ毛穴が消えた。できるだけね、こういうのは使いたくなかったんですよ、乾燥するから。だけど乾燥しにくい下地に出会ったもんだからね。あとパウダーで一生懸命隠さなくてよくなったから、意外に肌の負担はなんか減った気がします。おでこのこの横並びのシワ気になるので、この下地塗っておくとちょっと目立たなくなるんですよ。コンシーラーまで終わったので、パウダーをさっきも紹介したんですけど、チャコットのフィニッシングパウダーモイストです。結構ピンク色になります。なんでこれを選ぶかっていうと、血色感と透明感がすごく出るようなカラーなんですね。でプラスアルファパウダーなのにしっとりした質感というか、この年齢は乾燥によるメイク崩れ、あと乾燥によるくすみっていうのが時間経過とともに出てきてしまうので、このパウダーすごくおすすめです。しっかりとなじませてあげたら、下地やファンデーションとのせる順番は一緒です。おでこも同じ順番でのせていく。こういう大きいブラシがある方は最後にパウダーをね省いてほしいんですよ。このひと手間が崩れにくさだったり見た目の粉っぽさっていうのを省けます。ハイライト、こちらでスローラシスのスカルプティングメイクアップパレット、シェーディングとマットハイライト、ツヤタイプのハイライト、そしてチークがついているものになるんですけど、まずはマットハイライトを鼻先にちょんと塗っていきます。マットすぎないので、結構がっつり塗っても粉っぽさが出ないのがすごくいいんですよ。鼻先このぐるーっともうまん丸く描いちゃいます。このまま全部塗るのではなく、ちょっと間をここ開けてびっくりマークみたいな。前もニーナさん紹介してた変化ないじゃんって言われるかもしれないんですけど、そうなんです。この塗り方が一番自然だし、めっちゃ鼻高く見せられる。ほら、このね、間を開けるっていうのが大事なんですよね。それによって鼻のシェーディングを塗らなくても細く見える。ではツヤタイプのハイライトを塗っていきます。今度は丸全体ではなく、この鼻先に V 字に塗ります。すごくない？このパール感めっちゃ綺麗。この柱なんですけど、下げたい人は下目から、知的に見せたい方は割と上目から塗るでも大丈夫です。私は最近ちょっと知的な印象が好きなので、若干上からのせていきます。スーッと少し線を引くイメージです。女神スポット、このクマのここです。これやっとくとめちゃくちゃ肌が潤って見えます。でそのまま鼻のこの下までいっちゃいます。そうすると横を向いた時にめっちゃ肌綺麗に見えるの。もうちょっと広めのこういうブラシを使って、ちょうどこのシワの下ぐらい塗りすぎるとこの辺の小じわが目立ってしまうので、薄くって感じです。で最終的にここも塗っていくんですよ。これが結構肝かも。これやるだけでマイナス10歳ぐらいになると思う、本当に。で最後は眉上に塗っていく。上唇にほんのりだけのせます。で結構上目にやっちゃうんです。こんな感じでちょっとだけこの上にも。はい、ハイライトはこれで完成です。次はアイシャドウを作っていくんですけど、目元がねやっぱ一番疲れ見えしやすいので、透明感と血色感、潤いを同時に作っていきます。トム・フォードアイプライマー、ちょっとだけ高いんですけど、これがあるだけでアイメイクする時の悩みっていうのは解決できると思います。なんでこれが必要かって、使うと乾燥しにくくなる、発色がめちゃくちゃ綺麗に乗るの、そして時間が経っても沈んでこない、この3点で大人の目元には必須なアイテムです。若干トーンアップはするんだけど、潤いがしっかり出る。でどれだけ違うかっていうのを手の甲で見せていこうかな。今日のアイシャドウはこのメローアイパレットの PK01 番。これは下地がないバージョンの発色です。はい、
わかります？この違い。色の出方もちょっと違うんですよ。私の地肌の色に引っ張られてちょっと木くすみがかってるんですね。対してこの下地を塗ってるところは私の木くすみしてる肌を無視して綺麗なブルベカラーのピンクの発色が出てるんですよ。塗り心地としてもピタッと密着してる感じ。時間が経った時にその粉飛びで散らかったりとかくすみにくくなるっていうのもメリットとしてあります。薄くほんのりのせます。足りなかったら足すっていう感じで。でこのまま付け足さずに下も塗っちゃいます。ベースにこちらの一番明るいカラーを塗っていきます。ちょっと大きめのブラシ使います。影のとこ分かります？影のところをこんな感じで、これ目の際に塗っちゃうと粉っぽい印象になるので、外側から内側にのせていく感じです。ちょっと小さめのブラシを使って下まぶたに同じカラーをのせていきます。中央から外側に向かって。やっぱこの下地すごいいいわ。もともとあった小じわが目立ちにくくなる。わかるかな？こっちの方がフレッシュじゃない？両目のベースカラーが仕上がりました。では次によりピンクのこの右のカラーを二重幅の中にのせていきます。これはよりそのじゅんわり感、血色感をプラスさせるのと、目元の奥行きを持たせて立体感が切るイメージです。アイライナーくらいの平たいブラシで目尻の際ここにちょっとのせる。黒目の下までねいっちゃいます。そしてこちらのパールのグリッター、こちらのカラーですね。これが華やかさも出るんですけど、塗ることによってまぶたにちょっと厚みを持たせる。ちょっと中央にこんな感じでこの横の影、これもちょっとカモフラージュされるんですよ。はい、こんな感じです。めっちゃ可愛い。でこれをちょこっとだけ涙袋にものせてあげます。なんで指で塗るかっていうと、ブラシだとラメになっちゃうんですよね。潤いっぽく見せたいので指でとどめさせる。こんな感じです。そしてリップなんですけど、リップライナーはね、これさえ1本買っておけば間違いないっていうのが MAC のリップペンシル、カラーがスパイスというもので、色味はこんな感じで、唇の色をよりちょっと血色強めな感じにしてくれるようなカラーです。ふんわり描いていく。フェザータッチで半分だけ仕上げるとこう。上唇がよりぼけやすいので、リップライナーやっておくと随分印象変わります。使っていく口紅一つがインウイの12番で、その上からツヤ出しでトーンのブルーミンググロス02番。インウイはこんな感じのカラーです。これがね超フレッシュ感出るんですよ。こんな感じ。色すっごい綺麗じゃない？もう赤ちゃんっぽさがもうフレッシュの極みなので、グロスでより縦じわをなくしていきます。ほんと中央だけ、外側には塗らない。外側に塗るとやりすぎ感が出るので、ちょっとトーンアップするようなイメージです。見比べてみるとこんな感じ。ちょっとオレンジ感あるのでトレンド感も出るので、多分今買っても1年後も全然これは古い印象にはならないっていう組み合わせで、チークはキャンメイククリームチークの23番、結構ブルベカラーなんですけど、こんな感じの色合いになります。わかります？パープル感も少し感じるので、透明感も一緒に出すことができます。ここからのせると小顔感が出せるのと、自然な血色に見せれるんですよ。お風呂上がりのような。はい、こんな感じです。めっちゃ透明感すごくない？我々世代のおすすめの塗り方として W 塗りが一番若見えできるっていうね。鼻につなぎ合わせてあげると全体的にその統一感が出ます。こっちない方、こっちある方、超フレッシュじゃないですか。で最後にキャンメイクのグローフルールチークスでちょっとツヤにより畳みかけをしていきます。さっきハイライトを塗った箇所にちょっと塗っていくんですけど、このちょっと血色が強い部分だけを使っていきます。なんでかというと、すでにハイライトとか塗ってるので明るいツヤは足したくないんですよ。さっき塗ったハイライトよりもちょっと下目。そうすると頬がちょっとふっくら感が出て立体感が出るの分かります？ここに。蛇行感メイク。完全に締め色を忘れてました。最近はリキッドライナー
をやめてパウダーの暗いカラーでアイライナーを作ってます。ちょっとスタンプみたいな感じで点置きって感じですね。こんな感じ。ちょっと目頭は黒目が終わる箇所にちょっとだけ点置きする。そうすると目がねしっかりと見開いてるように見えます。最近めっちゃおすすめのマスカラがあって、クレーリナエアリーカールマスカラシアーブラックです。でなんでこれが私おすすめかっていうと、何度重ねても全然ダマにならないの。見ててください。カールマスカラなので長さはロングマスカラに比べるとそんなに出ないんですけど、塗ることによって一本一本厚みが出て張り越しある生命力強めのまつげに見せてくれるので、めっちゃ若見えするんですよ。こんなにさ雑に適当に塗ってんのに一切ダマができないの。はい、こんな感じです。超自然じゃない？で私はこれをあえて下げるっていう、下げた方が個人的には赤ちゃんっぽい気がして下げてます。疲れてる、こっち元気みたいな。でちなみに余談なんですけど、ロングに見せたかったらこれめっちゃおすすめ。ミルクタッチのアイコニックロングマスカラのブラック、めっちゃ伸びるの。しかもけばくならない、超自然にまつげが伸びてくれます。超おすすめ。ちょっとよかったらこれも試してみてください。では眉毛描いていきます。眉毛はねほんと何でもいいの。作り込みすぎないっていうのが一番。私が使ってるのはビューティーグレーズドのアイブロウペンシルダークブラウンです。そのないところを描き足す時はもう自分の眉毛と同じカラーのものを使って、で明るいカラーを足したい時は上からパウダーでかぶせる。こんな感じ。眉毛は年齢重ねると長すぎるとめっちゃ老けて見えます。なので目頭からもう1センチ以内って感じ。アイブロウマスカラはケイト 3D アイブロウカラー N のラテピンクです。今はアイシャドウがピンクなのでちょっとピンクみがかったアイブロウマスカラを使っていきます。私はこんな感じでもうがっつりと取っちゃいます。こんな感じ。中央である程度液体をもう最大限に落としておいてから最後に眉頭を塗る。これが一番眉マスカラは自然に塗ります。はい、こんな感じです。先っちょの眉頭だけちょっと立たせる。そうするとやっぱちょっと生命力強めになるのが若々しさの印象につながります。で最後にクラランスのフィックスミスト。もうなんだかんだねいろんなの使ったんですけど、これが一番肌が乾燥せずに潤いをキープしつつメイクがね崩れにくい、肌が綺麗に見えるからいい。あと香りもいい。はい、いかがだったでしょうか。今日は2026年一発目の動画、最近の毎日メイク紹介させていただきました。せっかくだからリングライトとか照明の機材とかない状態でお見せしようと思って室内の照明のみで撮ってみてます。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それでは皆さん今年もいい年にしましょうね。